こんにちは、もずくです。今回の動画は道の整備について、道の敷き方やつなぎ目のなじませ方、道の始まり方、終わり方など、いつも私が意識している道の整備の仕方についてお話ししていきます。それではどうぞ。まずは道の敷き方、考え方について私が普段から意識していることが3つあります。1つ目はメインの道からいくつもの道を派生させていくこと。2つ目は道を敷かない道を作ること。3つ目は道の幅に気をつけることです。そもそも道を敷いていく上で一番意識することは、道から敷いていくのではなく、エリアを考えて、その次にエリアに合うように道を敷いていくことです。道を先に敷いてどんどん進めていくと、道に合わせてエリアを作ることになるので、面積が足りなくなってしまったり、最終的に道がうまくつながらなくなる可能性もあります。このことを踏まえた上で、一つずつ道についてお話ししていきます。まず、一つ目のメインの道から派生させる方法なんですけど、よく道の整備をする上で、入り組んだような道が敷けなかったり、いつも直線ばかりのワンパターンになってしまうという声を皆さんからお聞きします。もちろんこのような十字の道を私も使う時があるんですけど、十字の道ばかりだとつまらない印象になってしまいます。そこで手前と奥の道の位置をずらしてメインの道から派生させていきます。これだけで十字の時とは印象が変わって少し入り組んだように見えると思います。ワンパターンになってしまう理由としては、規則的に道を敷いてしまっているので、ところどころ手前と奥、右と左で道の位置をずらして不規則に敷いていくことがポイントです。さらに派生させる道の幅をメインよりも狭くしたり、道の種類を変えることも入り組んだように見えるポイントですので、ぜひやってみてください。次はメインの道から派生させる方法に加えて、道を敷かない道をところどころに作ることです。どういうことかというと、木と低木、雑草を使って道があるように見せるということです。実際に作ってみます。まず、メインの道から伸ばしたい方向に木を植えていきます。この時にあまりにも木と木の間が広すぎてしまうと道に見せるのが難しくなるので、なるべく密集させるように木を植えてください。次に木の間に低木を植えていきます。歩く場所に沿うように植えるとより道に見えます。さらに歩く場所に雑草を植えていきます。雑草を成長させて植えることで自然にできた道のように見せることができます。ちなみにマイデザインを使える方は獣道やタイルっぽいマイデザインと組み合わせてもいいと思います。使えない方でも一マス分の道を等間隔に敷くとアクセントになっておすすめです。ちなみに横向きに道を敷かない道を作る場合でも縦向きの道と同じなんですけど、木を植えるときに歩くところが隠れてしまわないように木のサイズや植える場所に注意してください。次は雑草と柵を組み合わせた道を敷かない道です。先ほどと同じでメインの道から伸ばしたい方向に柵を立てていきます。これだけで道っぽくなるので、島の雰囲気に合う柵を使って作ってみてください。さらに横向きの場合だと柵と木を組み合わせる作り方もできるので、こちらも作りたいエリアに合わせて作ってみてください。あと
この道を敷かない道を作る方法はエリアとエリアのつなぎ目にも使えて、使うことで入り組んだように見せることもできるので、いろんな場所に使ってみてください。次は道の幅についてです。道の印象を大きく変えるのは道の幅だと思っていて、狭いと路地裏っぽくなったり、広いと都会的、土系の道を使った場合だと広大な田舎っぽくなります。皆さんから道についてのお悩みを募集した時に、道の上に何を置けばいいのかわからないとか、物足りなく感じるというお悩みがあったんですけど、これも道の幅が関係します。例えば、6マスの道の上にいくつか家具が置かれているとします。パッと見たとき、真ん中ら辺が空いていて、家具が置いてあるところとそうじゃないところでコントラストが激しくなっている印象です。この印象を変えるために道の幅を狭くしてみます。これだけで真ん中ら辺が空いていたのが気にならなくなって、他に家具を置かなくても物足りるようになったと思います。さらに、どうしても広い幅で道を敷きたいという場合は、全体的に存在感や密度がある家具を置いたり、建物を建てたり、道沿いに柵を立てると物足りなくならないと思います。次は道のつなぎ目のなじませ方についてです。完璧に隠そうとすると不自然になるので、ポイントとしては目がいかないようにすることです。まず、片方の道が雑草を植えられる場合、等間隔に雑草を植えて、横でも縦でもいいので柵を立てます。さらに周りに木を植えていきます。これだけであまり気にならなくなったと思います。さらに周りに家具を置いて、家具に目が行くようにすれば、もっとつなぎ目が気にならなくなったと思います。次はどちらとも雑草を植えられない場合です。先ほどと同じように柵を立てて、雑草に見立てて麦畑を等間隔に置きます。さらに周りに木を植えて家具を置けば気にならなくなったと思います。サボテンでも同じようにできるので、ぜひやってみてください。次は街エリアの場合のなじませ方です。お城の門やパーゴラ、素朴なパーティーライトなどをつなぎ目に置いて、周りにつなぎ目に目がいかないように家具を置いてなじませます。マイデザインと既存の道を組み合わせる場合は、透過されていないマイデザインの下に既存の道を重ねることで境目がなくなります。ぜひやってみてください。次は道の始め方と終わり方についてです。歩いているときに道の始まりを見えなくすればいいので、周りに木を植えます。ポイントは道の角を隠すように木を植えることです。ちなみに川の始めと終わりにも使えます。土系の道の場合だと道の上にも木を植えることができるので、角を隠すように木や低木を植えたり家具を置いて隠してみてください。次は砂浜につながる道についてです。木を植えて隠す方法も使えるんですけど、背の高い柵を立てて道の始まり終わりをなじませることができます。次は縦向きの道の場合です。まず道の上に重なるように柵を立てます。この時に柵としても使える家具を置いても大丈夫です。次に柵や家具が浮かないように周りに木を植えます。横向きの道の場合だと隠すために植えたんですけど、縦の場合は隠すことができないのでなじませるために植えます。さらに空いたところに低木またはお花や雑草を組み合わせて道の終わりをなじませます。ちなみに大きい家具を道の上に置いたり、背の低い柵でも家具を置くことでなじませることができるので、ぜひやってみてください。次は縦向きの手前側の道についてです。こ
ちらもいくつかなじませる方法があるのでご紹介していきます。まずは道の角を丸くします。その横に密度がある柵を立てていきます。扉っぽくなってさらになじませることができるのでおすすめです。次は隠す方法です。道の終わりを隠したいときは柵を道に重ねて立てたんですけど、手前側の時ははみ出てしまうので道の一マス前に立てます。柵だけでも隠すことはできるんですけど、さらになじませるために木を植えます。これでどの角度から見ても隠すことができたと思います。道の始まりの場合は素朴なパーティーライトなどのゲートカゴを使えばなじませることができるので、ぜひやってみてください。これで道整備のコツについてすべてお話ししました。まとめると、まず道を敷くときは道から考えるのではなくエリアから考えて、その次にエリアに合わせて道を敷いていくこと。入り組んだ道を作りたいときはメインから派生させて道を敷かない道や柵を使った道もところどころに使うこと。物足りないと感じたときは道の幅を調整してみること。道のつなぎ目をなじませたいときは隠そうとせずそこに目がいかないようにすること。道の始まりと終わりをなじませたいときは木や柵、大きいカゴを使ってなじませること。これらを意識して道の整備をするとうまく使いこなせるようになると思います。いかがでしたでしょうか？他にもいろんなコツについて動画にしているので概要欄からチェックしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。